皆さんごきげんよう、上川薫です。今回取り上げる話題はウクライナ情勢です。ウクライナの戦況に影響を与えるようなニュースが今回は入っています。北朝鮮がウクライナの戦場に派兵するというニュースが出ているのです。今回はそのニュースと一方でのウクライナ支援の最近のニュースを合わせてお届けしようと思います。北朝鮮が1万2000人派兵決定。ロシアのウクライナ侵攻支援。韓国情報機関。韓国の情報機関、国家情報院国情院は、北朝鮮がロシアのウクライナ侵攻を支援するため、特殊部隊を含めた計約1万2000人規模の派兵を最近決定したことが把握されたと明らかにした。北朝鮮が大規模な地上軍を派兵するのは、今回が初めて。国情院の消息筋は、北の軍の移動はすでに始まっていると述べた。では、この報道にあった北朝鮮軍の動向はどのようなものか。国家情報院、北朝鮮特殊部隊、戦争参戦確認。国家情報院は北朝鮮がロシア派兵のための特殊部隊兵力移動を始めたと18日明らかにした。国情院は去る8月初め、北朝鮮のミサイル開発の技術者たちと数十人の北朝鮮軍将校とともに、ロシア・ウクライナ戦線近くの北朝鮮製 KN-23 ミサイル発射場を訪問。現地指導している状況を補足した。以後国情院は北朝鮮軍の動向を密着監視していた中、北朝鮮が去る8日から13日までロシア海軍輸送艦を通じて北朝鮮特殊部隊をロシア地域に輸送することを捉え、北朝鮮軍の参戦開始を確認した。左の地図がそのロシア軍の航路です。ロシア北朝鮮海における物資もしくは人の移動といったものが捉えられているわけです。ロシア太平洋艦隊所属上陸艦4隻及び護衛艦3隻が北朝鮮の港で特殊部隊1500人余りをロシアウラジオストクに一時移送完了し、近いうちに二重輸送作戦が行われる予定だ。ロシア海軍艦隊の北朝鮮海域侵入は1990年以降初めてだ。また、ロシア空軍所属の AN124 など大型輸送機もウラジオストクと平壌を随時行き来している。ロシアに派兵された北朝鮮軍人たちは、極東地域のウラジオストク、ハバロフスク、ブラゴベシェンスクなどに分散され、現在ロシアに駐留中であり、適応訓練を終えると戦線に投入されるものとみられる。北朝鮮軍はロシア軍服とロシア製武器を支給され、北朝鮮人と類似した要望のシベリア・ヤクティア・ブラチア地域住民偽造身分証も発行された。戦場投入事実を隠すためにロシア軍に偽装したようだ。国情院関係者は、これまで海外メディアが提起した直接的軍事協力疑惑が公式に確認されたとし、友好国との緊密な情報協力を通じて北朝鮮軍の動きを持続追跡確認すると明らかにした。ここ最近ウクライナから北朝鮮軍が兵士を派遣するであろうといった話が何度となく出ていました。今回は韓国側からも北朝鮮とロシアとの間における船やもしくは大型輸送機の行き来があり、それに伴って物資だけではなく兵士についてもロシア側へ渡ったという話が今回出ました。ですので北朝鮮の兵士派遣という話、かなり信憑性が高くなっています。ただしそれでもまだ確定ではないと指摘する人もいます。というのも、この情報についてはアメリカの CIA などでは同様の情報について発表してはおらず、完全に確認されたともなかなか言えないような状況です。同様にイギリスもこうした動きを確認しているという発表はありません。ただし、韓国の調べが完全に間違っているかといったこともまた否定できない事実であり、最低限物資のやり取り、いわゆる兵器や弾薬類などの販売などは着実に進行しているものとみられます。さて、今回の韓国側の情報が正しかったとして1万2000人程度の派兵が行われた場合における影響、戦況全体に与える影響そのものは大きなものではありません。しかし各地域の戦場1単位に限ってみれば、ロシア軍としては物量で押し切るという戦術をとっているわけですから、兵士が多ければ多いほど容易に決まっています。その分だけウクライナ軍を苦しめる要素が増えたのは間違いありません。インターネット上では北朝鮮の兵士たちはみんなガリガリに
痩せ細っていて全く戦えるような人たちではないという話をする人たちもいます。しかし、痩せ細っているかどうかという点について言えば、確かに北朝鮮においては、軍であっても食料の配給状態が悪いといった話もあり、多くの餓死者が出ていることなども報じられています。しかし、生きてロシア側に渡ったということは少なくとも食料問題について彼らは克服することができるでしょう。ロシアは食料の輸出大国ですから、少なくとも北朝鮮からロシアに渡った兵士たちは、たらふくご飯を食べることができるわけで、少なくとも実際に戦場に行けば戦えるだけの力はあるでしょう。また、現在のロシアの内情からすれば、北朝鮮の兵士の方が戦える可能性を秘めています。特にここ最近においては、ロシア軍の新兵は年齢層がどんどんと上がっていて、50代、60代といった人たちも軍に入隊することができるようになりました。貧困にあえいでいる人たちの中には、体力がなかろうとも軍に入隊を希望し、軍の方も健康面で問題があるような人物でも積極的に採用している事実があります。それに比べれば、北朝鮮軍の兵士の方がまだ戦えるかもしれないというわけです。こうした北朝鮮の派兵には、北朝鮮側にはメリットがあります。まず第一に、北朝鮮製の兵器を積極的にウクライナの戦場に投入し、兵器の問題点を洗い出して改良する機会を得ます。特に北朝鮮製のミサイルについてはその精度が悪く、目標からはことごとく外れるといった話などもあります。それだけに積極的に実戦投入をして改良を加えたいことでしょう。また、兵士を派遣することによって、ロシアから様々な見返りがあるはずです。それはエネルギー資源や食料などの北朝鮮を支えるような物資がもたらされることであり、また軍事技術についてもいくばくかは北朝鮮が得るものがあるかもしれません。ロシアとしてはそのような軍事技術については本来であれば渡したくはないでしょうが、現在のロシア軍の損耗率を考えるとまとまった数の兵士が欲しいでしょうから、不釣り合いな取引といったものも成立している可能性があります。北朝鮮はロシアよりもさらに軍事独裁が進んでいる国ですから、ロシアの提示する見返りによっては、今回報じられた以上の兵士を今後も派兵する危険性があり、ウクライナにとっては見逃せない危険な動きです。一方で、ウクライナを支援する側のここ最近の動きはどうなのでしょうか。こちらの方も見ておきましょう。まずは戦車の補充について、オーストラリア、エイブラムス戦車49両をウクライナへ供与へ。第47機械化旅団に待望の補充。オーストラリアは、ウクライナの戦争努力のために、余剰の M1A1 エイブラムス戦車49両を供与すると表明した。ウクライナにとってまさに絶好のタイミングでの支援になる。というのも、アメリカ製のこの戦車をウクライナ軍で唯一運用する部隊である第47独立機械化旅団は戦闘での損失で戦車が不足しているからだ。エイブラムスの供与はおよそ約245億円相当の新たな支援パッケージの一部で、ブリュッセルで開かれる NATO の国防相会合でオーストラリアのコンロイ国防産業省がウクライナ側に直接伝える予定だ。コンロイ大臣は供与する M1A1 についてウクライナ軍の火力と機動性を高めるとともに我々のパートナー諸国によるウクライナ軍機構部隊への支援を補完するものになると述べている。重量60トン強、乗員4人の M1A1 戦車はオーストラリア陸軍の機構部隊が今年新型の M1A2 を導入したのに伴い退役した。譲渡を仲介したウクライナ在住の防衛コンサルタントは、ウクライナに引き渡される M1A1 はまだかなり良好に稼働する状態だと語っている。ウクライナ当局は昨年から旧型 M1 の譲渡を働きかけていたが、オーストラリア側は新型が届くまで手放すのを保留していた。エイブラムスはアメリカ・オハイオ州で製造されていて、他の国が輸出するにはアメリカ政府の許可を得る必要がある。オーストラリアとウクライナの取引が噂され始めてから発表まで1ヶ月ほど空白期間があったのもアメリカ側との手続きのためだったのかもしれない。第47機械化旅団は2023年初めにアメリカが供与を表明した全31両の M1A1 を同年秋の南部での戦いから使い始めた。以後、南部や転戦した東部での1年にわたる激戦で少なくともうち8両撃破され、さらに8両が損傷している。ウクライナ軍の外国製装甲車両でよくあるように、損傷したエイブラムスの修理にも
時間がかかっているとすれば、第47機械化旅団の戦車戦力は半減している可能性もある。オーストラリアから供与される49両の M1A1 によって、第47機械化旅団は戦車の損失を完全に補充できる。余った分で2個目の戦車大隊を編成できるかもしれないし、あるいは今後の損失に備えて保管するのかもしれない。合わせて、ここ最近のアメリカからの軍事支援、バイデン政権、ウクライナへの追加安全保障支援を発表。国防総省は、ウクライナの重要な安全保障と防衛のニーズを満たすための追加の安全保障支援を発表しました。この発表は、2021年8月以来、バイデン政権がウクライナに国防総省の在庫から提供する67回目の装備品です。推定価値約640億円のこの追加支援は、防空能力、空対地兵器、ロケットシステムと砲兵用の弾薬、装甲車両、対戦車兵器など、最も緊急の要望を満たすための追加能力をウクライナに提供します。今回発表された品目には以下が含まれます。ナサムス用の防空用ミサイルの追加ミサイルや、ハイマース用の弾薬、砲弾類や対戦車ミサイル、軍用車両としてはハンビーが2000両、その他弾薬類。今回の軍事支援では、その数から言えば、この写真にあるハンビーが最もウクライナにとってはまとまった量を受け取れる軍事支援となります。ウクライナの戦場は北から南まで1000キロ程度あり、多くの兵士や物資の輸送といったものが前線で毎日のように行われており、この移動や輸送といったものを担う軍用車両は非常に多く求められています。ただし、前線での激戦を考えると、歩兵戦闘車のブラッドレーのような戦闘能力の高いものをウクライナは求めているところです。アメリカから供与された M1 エイブラムス戦車、ウクライナ軍が受領して使っているわけですが、配備された部隊の戦車は半分近くが今は使い物にならなくなったと言われています。ただ、この話を聞いて、ロシア支持者の人たちは、M1 エイブラムス戦車がポンコツだというふうに表現するわけですが、実際にはロシア軍戦車の方が撃破された数は当然多く、また乗員の生存率も圧倒的にロシア側の方が悪いので、どちらの方がポンコツかというのは明白でしょう。ロシア側の戦車の方がポンコツです。ただし、ロシア側の戦車とアメリカの戦車には設計思想が異なっているところがあります。それは、ロシア側の戦車は質ではなく量を取って数多く戦場に投入し、それに伴って数こそ質だという考えをとっています。これは 10%、20% やられたとしても、残りの戦車で戦場を制圧することができればそれで構わないという考え方です。一方でアメリカの戦車は一両一両の質も高く、そしてアメリカ本体としては質と量が両方伴っているので、ロシア側よりも一段上の軍隊です。ただし、ウクライナに供与されている戦車の数は、アメリカからは31両と数が少なかったので、一部隊にしか配属できないという状況になっていたわけです。また、戦車にはどうしても避けられない弱点があります。それが対戦車地雷です。ウクライナの戦場においては、突撃ドローンの存在が非常に大きくクローズアップされているわけですが、同時にウクライナの戦場でM1 エイブラムス戦車を最も失わせた原因というのは対戦車地雷です。足回りが破壊されて動けなくなったその後に上部装甲を貫く形でのドローン突撃といったものが繰り返し行われることで M1 エイブラムス戦車がやられる、もしくは現場に遺棄されてロシア軍が露獲するといったことが発生しています。ただし同時に足回りがやられても中の乗員が助かる例といったものも多いので、ウクライナ側としてはアメリカからの戦車供与を要望しています。しかし現在のところバイデン政権は追加の M1 エイブラムス戦車の供与については全く動きを見せておらず、そのため今回オーストラリアが退役する戦車をウクライナへと引き渡す、そういった動きになっているわけです。ちなみにアメリカにおいてはかつてソ連との対抗によって多くの兵器を保管しているといったこともあったので、M1 エイブラムス戦車の退役保管しているものは1000両、2000両、3000両、中には4000両を超えるといった情報などもあります。果たしてそこまで保管しているのかというのはちょっと疑問に思うわけですが、過去ソ連との対立を考えるとそのぐらいの量を保管していたとしても不思議ではありません。それだけにウクライナに対してももっと気前よく戦車を供与してほしいものです。今回ハンビーが2000両供与といったものもアメリカとしてはさしたる痛みもないものでしょうが、合わせてM1 エイブラムス戦車や歩兵戦闘車のブラッドレーなど主力級のものについても供与を進めてほしいものです。というわけで今回はロシア側は北朝鮮からの
兵士の派兵といったものを受け入れるであろうといった情報がウクライナや韓国から出ています。アメリカの CIA がこれを確認しているかどうかといった点については情報が出ておらず、まだ完全な確定情報だとも言えないところがあることは要注意です。この後、やっぱり間違いでしたといった話が出てくるかもしれませんし、そうでなければ北朝鮮軍兵士の参戦というのはロシアの兵士補充を十分補うものとなり、ウクライナにとっては脅威となります。一方で、ウクライナに対する欧米からの支援は以前よりはマシにはなっていますが、ロシア軍の必死さに比べるとどうしても劣る面があります。この後アメリカは大統領選挙を迎えるわけなので、この後のウクライナ支援がどうなるかは、この選挙結果によってかなり左右されることとなります。どのようなことになるのか、これからも情報を追っていきましょう。それでは今回の動画はここまで。最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録していない方はぜひともこの機会にチャンネル登録よろしくお願いします。それでは次のニュースでまたお目にかかりましょう。またね。